いやこれ旋盤です。この旋盤っていう機械は旋盤しかできないんですよ。でもこうやってものづくりしてると旋盤ってフライスしたくなるんですよ。僕は今ものすっごく旋盤でフライスがしたい。はい、今ですね、チャックにエンドミル、往復台の上に材料が置いてあります。この状態で90度傾けてみると、もうなんかフライスっぽくないですか？ただね、この状態だと、ワークがね全然保持されてないので、この往復台の上にバーティカルテーブルと呼ばれるものを、置いてあげます。でさらにクランプするための機構をそれにつけてあげれば旋盤がフライスになるというわけです。であとですね、ちょっと前の動画で作ったこちらの旋盤用のミーリング軸も今回アップグレードしたいと思います。今現状普通に使えてはいるんですけど、このチャックがフリーで動いちゃうんですよね。なので正確な角度で穴を開けたりとかすることができません。なので今回は加工の幅を広げるためにこのチャックに割り出し機能、インデックス機能を搭載します。はい、こちらがミスミグループでもある株式会社大積さんに設計していただいた 3D モデルとなります。この部分がジャックで、この部分がインデックスで、この部分がバーティカル機構となっています。で、ちなみに僕がこの中で設計したのが、これだけですね。はい、もう設計というかもう採寸という感じです。でサラリーマン自体は図面見て加工するだけだったんで、そもそも機械設計の方とお話ししたこととかお仕事見たことってなかったんですけど、やっぱこれ見てプロすごいなと思いましたね。一見普通に見て部品一つ一つも見てって、こうなるんだろうなとか大体の理解はできるんですけど、これの何がすごいかってこの中の80%以上の部品ですかね、それがミスミさんで買える汎用品、標準品を使って設計されてるんですよ。だから普通だったらワンオフ部品とか必要になってくると思うんですけど、それを最小限に抑えて最適な箇所に最適な部品を使って単納期とかコストダウンにもう設計の段階でこうやって落とし込んでやってるっていうのが本当にすごいなと思いましたね。でさっき 80% 以上の部品はミスミさんの標準品が使えるって言ったんですけど、問題はこの残りの 20% をどうするかっていうところですよね。でもこの残りの15% ぐらいもミスミさんのサービスで賄うことができます。こちらはミスミが運営しているメビーというサービスで、ミスミ ID を持っている方ならどなたでも利用することができるサービスとなっています。簡単に説明すると、切削加工と板金加工の加工代行サービスといった感じですかね。で特徴としては 3D キャドデータをアップロードしておくと、数十秒で価格とか納期を回答してくれたり、あと 2D 図面が一切必要ありません。で今回はこのメビーを使ってさっきの 3D モデルをアップロードして部品を作ってもらおうかなと思います。では早速やっていきます。今回はこちらの赤い7つの部品をメビーで作ってもらおうと思います。ドラッグ&ドロップでアップロードしますと。アップロード自体はすごい早いんですけど、ここからですね、加工方法を選択しないといけません。切削部品なのか板金部品なのかですね。今回全て切削プレートなので、この全部選択の加工方法一括選択というところで切削プレートを選ぶと、ファイルをね分割して、形状を認識して、自動でねやってくれます。これは AI による自動解析で、形状を認識してるんで、本当にダメだったらダメって出るんで、今のところ順調にできてるんで、問題ないかなと思います。はい、ここはねちょっとだけ時間かかります。でももう1個終わりました。はい、で2個終わって、ネット環境とかにもねよるかもしれないですけど、かなり早いですよこれは。はい、もう終わりました。1分もかかってないくらいですかね。で、この画面上で価格とか納期、出荷予定日も表示されています。で、形状によっては自動見積もりできない場合もあるんですけど、それもね、ここに表示されるようになっています。今回はね、特に問題なかったので、自動見積もりに成功したという表示になっています。で、問題はここからで、このままだと全部 SS400 で、作られちゃいます。で、ここから細かくプロジェクトごとに材質とか寸法精度、穴形状、表面処理の設定を行う必要があります。ではこのまま各部品の詳細を設定していきます。ここからがねこのメビーのすごいところなんで、ぜひ飛ばさずにね見ていってください。でこの青いボタンの次に進むっていうところをクリックします。
すると、こんな感じでですね、ビューアーが立ち上がるので、この状態でこのくるくるね、回せるようになってます。で、ちょっとくるくる回して、問題ないかね、に確認します。で、まず材質を確認します。今ね、SS400 になってるんですけど、いろいろあります。鉄系もね、S50C とかあったり、アルミニウム、2017とか、ステンレス系303、304、樹脂系とかね、いろいろあります。で、選べる選べないっていうのは、形状、大きさとかによってもあるんで、そこら辺はご注意ください。今回 SS400 でいいので、このままでいきます。で、実はこれね、表面処理もね、選べるんで、5種類かな。この中から好きなやつを選びます。今回はね、無電解ニッケルでいきたいと思うんで、これをクリックしますと。で、当然ね、見積もりも変わってくるんですね。で、次は、寸法、穴ですね。穴の形状を設定していきます。これ今ね、ただのドリル穴の 5π の深さ14でなってるんですけど、ここ精度穴が欲しいってことなんですね。ピンを入れたいところなんで、精度穴設定したいんですけど、これただのドリル穴なんで、ここを、設定していきます。ツリービューっていうところを開くと、こんな感じで各寸法が入っているところがツリー上に表示されます。それの、この部分、ここをダブルクリックすると、はい、こんな感じで穴の詳細を選択できるようになっています。ストレート穴なのか、タップ穴なのか、インサート穴なのか、また交差がいるのかっていうところを選べます。今回はストレート穴で交差が欲しいので、はめ合い交差の H7 を選択します。で、深さも10でいいので、あとこれですね、表面粗さ。これね、ぐさぐさ、精度穴なんで、ピン入れるとこなんで、ぐさぐさだったとダメなんで、表面粗さチェック入れて、ちゃんとリーマンをね、通してくださいっていうふうに設定します。で、更新を押すと、はい、ちょっとね、見えにくいんですけど、これ引っ張ってこれだっけ、グイッとなる。なった。ちょっとね、今動作が重たくなってるんですけど、パソコンが。2π の、2π じゃない、2×5π の H7、深さ10の RA1.6 と。で、ここの穴とここの穴が、そういう風になりましたと。で、これ精度穴で、穴同士のピッチも、重要なんで、これも追加で入れていきます。交差の追加っていうところを押してあげて、そのさっきの穴を選択してあげると、この40っていう寸法が出てきます。で、この寸法に対してピッチの交差プラマイ 0.02 を入れてあげると、ここにもちゃんと交差入った状態で加工されます。あとはですね、タップこれ M5 なんですよ。ここ 4.2 って書いてるところは M5 なんで、ここも変更していきます。はい、さっきと同じですね。こんな感じで出てくるんですけど、今回タップ穴なんでタップをチェック入れて M5 の 0.8 の右ネジの深さが10ですね。2D ですね。はい、OK ですね。で、なんで自動認識でこうなっちゃうかっていうと、その 3D モデルがどういう形状できているかによって、勝手に認識されちゃうんで、自動的に M5 になる時もあれば、もう使ってる CAD とかによってはさっきみたいなただのドリル穴になったりするんで、そこら辺はねちょっと設定もねあるみたいなんで、見てください。あとですね、追加で寸法を入れたいのがこのつばのところ、ここにねマイナスの交差を入れたいんですよ。ここ組み合う部品のところなんで、プラスだと入らなくなっちゃうんですよね。なんでここの幅にはマイナス交差を入れていきます。交差の追加っていうところから、次はね面を選びます。ここの面と、あとくるっと回した裏側の面、ここの厚み、これにマイナス交差を入れていきます。10が今出てきたけど、はい、これですね、10で片側交差っていうところのマイナス 0.1 からマイナス 0.2、はい、これでマイナス交差で収まってくれますね。はい、これで更新します。はい、こんな感じですね。このブロックは設定終わりました。終わったのかな。他にもね、ネジがあったりする。ここもだな。はい、ここも M5 に変えたりして、それぞれ、手動にはなっちゃうんですけど、交差をね、設定できるっていうのがそもそもすごいなと思って。で、これで、見積もりをね、改めて取ると、またちょっと変わった見積もり出てくるんで、今後ね、注文をできると。はい、ちょっと値段上がったかな、1000円ぐらい上がったかもしれないですね。メッキもやってるし、精度もね結構入れたんで、使う工具も増えてるんで、当然ここ見積もり価格の方上がってきますんで、そんな感じになってます。
あと他に便利な機能としてはここの寸法一括追加ってやつですね。これを押してあげると、必要そうなね寸法が自動的に出ます。はい、これポンポンポンと今3つ出たんですけど、またこれをね個別で精度を設定することもできるんで非常にねこれ便利かなと思います。であとこの簡易 2Ds ってやつも便利で、これ一回ポンって押してあげるとこの 3D データを元に展開した 2Ds をね出してくれます。でこれをまたダウンロードすることもできるんで、こんな感じでね型番入れてたら型番出ますし、材質から表面処理が全部ね出てくるんで、これもね非常に便利かなと思います。あとねこれ最近追加されたらしいんですけど、この Mebee でフラットバーがね使えるようになったんですよ。で今これ SS400 普通の材料なんですけど、6F 材ですね。これを価格確認します。はい、すると納期が出荷日ですね。出荷日が8日で価格が4420円ですね。でこれをここの鉄系から SS400D、 これがフラットバーっていう意味なんですね。でこのフラットバー選択します。でまた改めて見積もりを取ります。はい、するとですね、さっき8日だった納期が出荷日5日になってます。で価格も2771円、半額とまではいけないですけどかなり値段落ちてますよね。これフラットバー使えるのねめちゃくちゃいいですよ。それは場所によって、使える使えないあると思いますけど、このね、寸法も一応注意が必要で、このフラットバーに合う寸法厚みじゃないと対応できないんで、そこら辺はご注意ください。あとさっき表面処理のところでこれだけの種類があるよっていうお話ししたんですけど、形状とか厚みによってはこれが選べない場合もあるんですよね。ただこれは自動見積もりだからこれがね選べないだけであって、もしかしたらできる可能性もあるらしいんですよね。なんで、もしここで選べなかったとしてもこの入力ってところで表面処理を書いてあげると、Mebee のサポートの方に直接行って対応できる場合もあるそうです。いやもうすごすぎますよね本当に。あとはね型番取得して注文するだけですよ。でこの注文自体もこの残りの 80% の部品と一緒に注文できるんですよ。Mebeeも三菱と同じサービスなんで、三菱の標準品と一緒に注文できるんですよ。もうすごいわ、これはやばい。だからあともう 95% は完成してるんで、ちょっと加工するとことか、あとは組み立てするだけですよ。もうすごすぎ。はい、というわけで全て開封して並べてみました。このラインからこっち側が通常三隅で購入できる標準品で、こっち側が今回Mebeeを使って特注したものになります。こういったプレートへの穴開け加工はもちろん、こんなね厚みのあるブロックも非常に綺麗に加工されてますね。でここなんかは厚み交差設定したところなんですけど、ちゃんとねエンドミルで加工されてますし、あと細かいところなんですけど全体的にねちゃんとバリが取ってあるんですよね。非常にちゃんとされてるなっていう印象を受けましたね。いや疑ってるわけじゃないですけどね、一応確認ですよ、確認。はい、9.871 9.870、はい、完璧です。あと形状とかにもよるんでしょうけど、表面処理がめちゃくちゃ綺麗ですよね。これやっぱねこの辺はねさすがだなと思いますね。でちなみにねこっちの切り書きのある方が SS400 の 6F 材、こっちの切り書きのない方が SS400 のフラットバーとなっています。こういうね切り書きがある場合はフラットバー選択できないんで、こんな感じでね使い分けて今回はやってみました。はい、ではちゃちゃっと組み立てていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで組み立ったんですけど、これで完成ではありません。残りの 5% の加工とか追加工をやっていきたいと思います。これはですね、まずこのノブというかハンドルを取り付けるためのカラーを作るっていうのと、あとこのタイミングプーリーをチャックに取り付けないといけないんですけど、そのためにこの余計なボスを削り落としたりとかっていう追加工をして完成となります。
全然 5% じゃなかったですね。体感は 50% ぐらいありました。そんなことは置いといて、それぞれの部品の、説明というか構成の説明をしていきたいと思います。まずはこちらのバーティカルテーブルから解説していきます。ここね、上部にはメモリが刻まれたハンドルを取り付けています。なので、1周回すと 1mm 動かすことができます。で、こいつの最大のポイントとしては、切削送りは基本的にしない構造になっています。で、なんでかっていうと、普通のスライドテーブルのようにアリ水を使っていないので、加工中にね、動いてしまうっていう恐れがあるので、加工中はここの後ろのレバーを使って完全にロックするようになっています。なので、このハンドルで位置を動かしてから場所を決めて必ずここでロック。で、このスライドの渋さの調整っていうのは、普通のスライドのようにジブというものが使われていないので、ここの引き決めピンを上下2本刺してこっちを基準にして反対側の何ていう名前か分かんないですけどカムスライドピースっていうのかな、それでこっち方向に押し付けて締め付け加減、スライドの締め付け加減を調整しているといった感じです。非常にねよく考えられていて素晴らしい設計だなと思います。で、スライドの機構だけ増えてもフライス加工はできないので、ちゃんとこのバーティカルテーブルにはバイス機能が備わっています。それがこの黒いパーツの部分ですね。材料を掴んだりする部分になります。今はこの切り欠きのついたプレートがあって、それに対してこのイモネジにちょっとフランジがついたようなものがついているので、丸物を掴むモードになっています。これは丸物を掴むモードなんですけど、このプレートブロックを逆向きにつければ角物を掴んだりすることもできますし、このブロック自体は90度傾けてつけることもできるので、こんな感じでね材料を上下で挟んだりすることもできます。で、あとこちらはインデックス機構、割り出し機構を使うための爪になります。で、機構としてはですね、このネジを締めるとこれがねロックされて動かないようになるんですね。で、ネジを緩めるとフリーの状態になります。この緑のやつは 3D プリンターでつけた取っ手ですね。ちょっとね詳しくあっちで説明します。はい、ではこのインデックス機構の説明をしていくんですけど、その前にこの旋盤の仕様について解説していきます。この旋盤にはセーフティーがついていまして、この安全カバーが降りていないと主軸が回転しないようになってるんですよね。これ今この浮いてる状態では起動ボタン押してもね絶対回りません。なんで安全装置になっているんですね。で、それに加えてこのインデックス機構を使う時っていうのは、僕が以前の動画で紹介したこちらのミーリング軸を使う時にしかインデックス機構っていうのは使わないので、主軸が回ることはないんですよね。なんで回ってほしくないんですよ。でも加工やってると間違えて起動ボタン押してしまう可能性もあるじゃないですか。なんでそれを計算してですね、ここにちょっとノブをつけまして、完全にこれが折り切らないようになってるんですね。基本的にはこれをオープンの状態で使うようになっているので、安全装置セーフティーとしてこのノブをつけたといった感じですね。使う時は移動させて次のギアにつけると。で、このタイミングプーリーは全部で72分割されているので5度刻みでインデックス加工、割り出し加工ができるというふうになっています。で、これがついてるってことは主軸回転しないので、こいつ自体はワンタッチで取り外せるようになっています。では早速こちらのバーティカルテーブルを使って加工していきたいと思います。加工するワークはこちらの昔アリエクスプレスで買ったけど刃物台に取り付かなかったローレットです。はい、加工していく前にこのバーティカルテーブルの平行出しをしていきます。主軸に対して直角になるようにやっていくっていう感じですね。では旋盤でフライス加工やっていきます。工具は 6π のエンドミルですね。フラットエンドミルいきます。
回転数ちょっと控えめの800回転でいきます。いけてる、いけてるよ。切り込みはね 0.4 ぐらい。はい、次は切り込み1ミリでやっていきます。あ、全然、余裕やわ。はい、こんな感じでですね、軸のロックさえちゃんとできていれば、深さ2ミリで6パイのほぼフルカットでも全然問題なく加工できています。はい、今ですね回転数を1000回転まで上げて仕上げのつもりで切り込み 0.4 送りも結構早めでざーっとね送ってみたんですけど、結構綺麗に仕上がってるっぽいです。ちょっとね外してみたいと思います。めちゃくちゃ綺麗に加工できてました。一発でねいけてないんで多少の段差はあるものの、普通のフライスパンと遜色ないレベルでめっちゃ綺麗に加工できています。全然段差ないです。で肝心の厚みの方もしっかり平行出しを行ってやったんで寸法出てました。 17.32、 反対側が 17.32、 31、もう十分ですね。100分の1、全然問題ないレベルです。次はですねインデックス機構を使って割り出し加工を行っていきます。使い方としてはもう谷の溝に合わせてロック、これだけですね。で加工自体はこのミーリング軸を使って行います。はい、こんな感じで20度ピッチでもう普通に加工できちゃいました。でこれの何がすごいかって、このギアのところにガタがね全然ないんですよね。なので同じ割り出し位置、さっきと同じ割り出し位置を使って別の工具でさらにね他の加工ができちゃいます。こんな感じでインデックスを使った加工もできました。これ普通のね汎用旋盤でもできないことはないですけど、一穴ずつね変身させてやらないといけないんで、もう全然現実的ではないですね。やっぱこういうインデックスがあると非常に加工の幅が広がると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は卓上旋盤にバーティカルテーブルとインデックス機構を取り付けてみました。正直ね3D モデルを見ただけだとアルミは削れるかもしれないけど鉄は厳しいんじゃないかなって思ってたんですけど、鉄に対して6パイのエンドミルで深さ2ミリを、ほぼフルカットでもう全然余裕で削れたんで、問題なく使えるレベルのバーティカルテーブルができました。徐々にこうアップデートしていく感じになるんかなと思ったんですけど、一発目から大成功な素晴らしいものができちゃいました。でインデックス機構に関してもしっかりとした5度刻みの1決めで穴開けができたので、もう全然問題なく実用レベルで使えるものになりました。で今回使わせてもらったミスミのメビーっていうサービスも、もう 3D モデルをもうそのまま丸投げしておくだけでもうこのクオリティのものが送られてくるっていうのはもうマジですごいサービスだと思いました。紙図面でね仕事ってよくするんですけど、製造業ってそのファックスで送ったりするんですよね。でそのファックスの文字が潰れてて読めなかったりとか、そもそも紙図面の寸法抜けが発生してそれを問い合わせて、それを回答の待ちで加工がストップしちゃうみたいな、本当頻発するんですけど、3D モデルでそもそも
送ってやってるから、寸法抜けがまずないんですね。起こらない。寸法のね精度とかも、決めれたりしますし、ノックピン、精度高精度、精度穴のね加工の指示ができたりとか、もう寸法の指示もできるんで、ものづくりやられてる方に関しても、全部をね一人でやるって大変だと思うんですよ。旋盤しか持ってないけどフライスで加工した部品が欲しいなっていう時ね、よくあると思うんですけど、そういう時も、ミビのサービス使えば、そうやって自分の能力からこう外れたところの部品が手に入る。工場に問い合わせなくても、ミスミのアカウントを普段使ってるミスミのアカウントを持ってるだけでメビのサービスが使えて、このレベルのものを調達できるっていうのは、本当に非常に素晴らしいなと思いました。で、あとね、もう一つ言いたいのが、ミスミさんのその部品の多さえぐいなと思いました。いや、あるだろうなとは思ってましたけど、本当にこんなにちゃんとしたのがあるとか、思ってなかったですし、ちょうどこんな部品があると思わないじゃないですか。ミスミの勉強をもっとしなくちゃなと逆に思いましたね。ミスミさんのカタログはいただいてたんですよ。ただ無料でもらえるんで、アカウント持ってたら取り寄せればね、こんなぶっといんですよ。で、いつか勉強しようと思ってたけど、これは大至急を勉強しないといけないなと思いました。自分のものづくりのそのスキルを磨くためにも、いろんなネジ、こんなパーツあるんだとかね、ネジがあるんだとか、こんなブラケットあるんだとか、そういうのを知っておかないと、全部ワンオフしちゃうともうコストとか時間いくらあっても足りないんで、楽できるところは楽した方が絶対いいと思うんですよ。安いし。だから本当にね、ミスミの勉強をしないといけないと改めて思った次第であります。というわけで、今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter とか Instagram とか、物販で T シャツとか、パーカーとか、最強のね腹筋ローラーとか、タッピングマシンとか、射出成形用のね金型のあれとか最近新しく販売しておりますので、ぜひ概要欄から見てみてください。あとなんだっけ、サブチャンネルのなんとか技研の方も最近更新してないんですけど、そのうち多分更新すると思うんで、もしよかったらそちらもチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。